ハイベスティ花だよ。今日の Vlog は留学2日目。朝からこんなに素敵な景色がベランダから見えて本当にいい気分だった。今日は海に行きます。昨日は16時間かけて結構疲れてたんだけど、この日実は祝日で、だったら海行こうって話になって急に海行くことが決まったの。今から島に行きます。見てください、このビュー。やばいねこれ。フェリーで行ったんだけど、朝からすごく大きな音で EDM が流れてて気分も結構上がりました。コミノ島のブルーラグーンにやってきたよ。ここの海がもう私が人生で見てきた中で一番透明な海だった。びっくりしたの。この海は朝から行った方がいいらしくて、私は朝の8時ぐらいにここに着いたよ。朝から行ったら全然人がいなくて過ごしやすかったからおすすめ。私は朝からチキンバーガーを食べました。想像の倍大きくて、多分2時間ぐらいかけて食べたと思うんだけど、でもこの場所で食べるご飯が本当に良かった。こんな感じで泳いでみましたもう見てわかる通り本当に透明なの。海から帰ってきて、もう髪やばいことになってる。昼のマルタ初めて来たけど、もうすごい景色がめっちゃ綺麗。お部屋に戻ってきました。パプリカ味見たことない。今からちょっとだけメイクを直してまた外に行く。もうね、ここにいるなんてもったいないから外に出なきゃ。しかも明日から学校で、今日休日なのね、謎に。だから楽しまなきゃってことで、ちょっとだけメイクを直します。ユニクロの UV カットパーカーとかさ、もういろいろ日本から持ってけばよかったみたいなやつが多すぎて、なんでこういう時に持ってかなかったんだろう。しかもね、洋服も可愛い服あったのになぜかなんかいいやと思って持ってこなかったやつがたくさんあるんだけど、マジで持ってけばよかった。だんだん服が足りなくなってきて、すごい今着回しをしまくってる。しかもなんか歯の奥歯が痛くて、親知らず的な感じ、よく知らないけどなんか痛いし、さっき海に入ってたんだけど、そしたら岩場だったの。岩場でなんか焦げて、すごい大きい傷が私の大切な足にできて、本当にどうしようもないことが結構起きてるんだけど、それをどうでもよくなるぐらい海がめちゃめちゃ綺麗だった。沖縄の綺麗な海も体験したことないぐらい海には疎い人間なんですけれども、リゾート地で海に行くことが初めてだったの。だから写真でしか見たことないその透明な海みたいなのが私の目の前に現れて、で泳いだらもう本当に最高。もうね、私メイク今適当にやってるもう見えないからいいか。だからもうね、汗でどっちにしろ消えるから、いいんです。私はミニ留学したことあるけど、グループ授業とかしたことないの。だから今回グループ授業らしくて、どういう人たちが来るのかも知らないし、それがすごい気になるとこ。もう旅行来てから毎日メイクしてるから、もうメイクがどんどん適当になっていく。今回はスマリオを利用してマルタに1週間留学に来たよ。まだ2日目なんだけど、もうこの寮が居心地良すぎて本当にずっといたくなっちゃう。寮の子たちと話したんだけど、学生の子もいたし、私と同じように1週間ちょっとだけ休みを使ってきた人もいて、いろんな人と出会えるのもいいなって思った。明日から語学留学に初めて通うから、もうそれが本当にドキドキなの。概要欄のリンクに限定の割引クーポンあるから、気になる方はぜひ相談してみてね。なんか鐘の音が鳴ってる。寮から5分ぐらいのところにフェリーがあるから、今からフェリーに乗ります。ここでチケットを買えば
首都に行けるそうです。マルタの建物は街全体がベージュで統一されてる気がするんだけど、これは島で撮れる石灰岩を昔から建物に使ってるからなんだって。全体的に統一されてて、しかも日本みたいに大きな看板とか派手な広告があんまりないから、私からすると非日常的というか、もう映画のセットの中を歩いてるような気分になる。もうここ1週間で新しい経験をしすぎて脳がパンクしそうなぐらいなんだけど、もうやっぱり全然東京とは違うね。このケーキがもうめちゃくちゃ美味しそう。そしてシロップとカフェラテ。ここの外が坂になってて、みんな坂でねご飯食べてるの。この時のマルタは本当に暑い。てかもうヨーロッパの夏は基本的に暑いんだけど、カフェに行くのがすごい好きだった。あとマルタは猫の島って言われてるくらいたくさん猫がいて、歩いたら猫ちゃん見つけられるぐらいいる。近くに庭園があって見に行ったんだけど、ここから見るマルタの景色がすごく素敵だった。クルーズ船が行き来してるのとか街並みが一気に見れるの。この景色、私もここで寝たい。この場所は大砲発射が見れる場所で、結構みんなこれを目当てに来てるらしい。日本対ブラジルやってる。みんなブラジル見てんの。安っ。手がミスありえないくらいですよ。見て、初めて見るタイプのカート。寮に帰ってきました。ね、一緒に話してた子がなんかヨーロッパに旅行にちょっと行ってくるみたいな感じでいなくなっちゃって、このめちゃくちゃ広い部屋を一人で使ってるのね。だからもう実質一人暮らしみたいな感じになってるの。どれぐらい広いかっていうと、ちょっと立ってみます。このぐらい広いです。普通にもう15人ぐらい20人ぐらい入れるんじゃないかっていうぐらい結構広い。都心でこのレベルのお部屋住んだらすごい高い家賃しそうだなみたいなレベルで結構広いんですけど、ここで一人でご飯食べます。はい、もう今日めっちゃ疲れた。はい、開けます。朝島に行って戻ってきてから、ここからちょっと離れた首都に行くっていう超大移動を繰り返してたから、もう夜疲れちゃって帰ってきてから、ここのこれイギリス版コストコみたいなところに寄ってから、ウォルトっていう配達アプリを使ってパスタを頼みました。これはパプリカとキノコとクリーム系、そういったパスタです。どういったお味がするのか食べてみます。今日は15,000歩。もうなんか最近の歩数がやばすぎて、見て、最近の平均歩数 1.6 万歩きすぎだって。なんか海外に行くとね、毎回めちゃくちゃ歩いちゃうの。今日海行った時にもう私の倍ぐらいあるんじゃないかみたいな人たちがいっぱいいた。チキンバーガー頼んだんだけど、バーガーのサイズマジこのぐらい。シェイクシャックのハンバーガーぐらい大きかった。この日は一日ですごいいろんなことやったんだけど、結局夜パスタ食べながらネットフリックス見てる時間、この時間が一番落ち着くよね。留学してる時ってその現地の生活を体験できるから、こうやってゆったりご飯を楽しむこともできます。夜の2時になってます。私の顔もどんどんなんか疲れが増してやばくなってきてるんだけど、明日は初日でオリエンテーションがあるから8時半に行かないといけないの。クラス分けのテストみたいなやつをするのを全くもって忘れてて、今気づいたの。だから夜の2時なんですけど、今からクラス分けのテストをやって、それが終わったら寝ます。今日の一日付き合ってくれてありがとう。私の人生で経験したことのないことをたくさんできて本当に楽しかったです。明日は学校なので、みんな学校 Vlog もぜひ見てね。じゃあね、見てくれてありがとう。バイバイ。